こんにちは。娘へ送るレシピ集のゆうこです。今日は韓国の家庭料理チャプチェを作ってみたいと思います。どうぞご覧ください。春雨は浄水の水につけて戻しておきます。ウォックに玉ねぎから順に材料を入れていきます。椎茸、長ネギ、パプリカ、ピーマン、そして水で戻した春雨を入れます。ニンニクを入れて、お醤油大さじ5、お砂糖大さじ2、お塩小さじ1/2、ごま油大さじ2を入れて、お鍋に材料が全部入りました。これを蓋をして中火でインダクションレンジ8でスタートです。お野菜から水分がたくさん出てくるので春雨も柔らかくなります。しっかりと蒸気が上がってきました。蓋を開けないでそのまま火力だけを変更します。インダクションレンジ3にしてみます。ガスですと弱火ですね。材料全体が柔らかくなるまで煮ていきます。10分ぐらい煮てみましょう。開けてみます。じゃーん。こんな感じで出来上がりました。しっかり混ぜてみます。ごま油を大さじ2ほど足してみました。春雨がもう少し柔らかくなるまで蓋をして蒸らします。余熱で5分ぐらい置きました。とっても美味しそう。ニンニクとキノコの香りがするチャプチェが出来上がりました。ごまをかけてどうでしょうか。さて、とっても簡単なただただ入れるだけのチャプチェが完成しました。動画で撮るほどでもないのかなとも思いましたが、こちらのチャプチェは私にとってはとても思い入れのあるチャプチェです。韓国に住んでいた時に隣に住んでいるおばあさんがお正月とかお盆の時、そしてたくさん人が集まるようなイベントがある時に作って、そしてうちにも分けてたくさん持ってきてくださいました。そのチャプチェがとっても美味しかったので作り方を伺って、そしたらチャプチェを作る時のコツはニンニクをたっぷり入れてキノコをたっぷり入れたら美味しいよっていう風に教えてくださったので、今日もその通りに作ってみました。春雨は韓国ではさつまいものでんぷんで作られた春雨を使うのですが、日本では近所のスーパーでは売っていなかったので、緑豆春雨、日本でいういわゆる普通の春雨を使って作ってみました。ではお楽しみの試食タイム食べてみたいと思います。その前に、チャプチェ、今日はクリスマス仕様にしてクリスマスの飾り付けをしました。いただきます。美味しい。いくらでも食べれそう。撮影終わってからまた食べます。今日もご覧いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも皆様のお役に立てるととっても嬉しいです。ではまた。